3D マウスってプロ向けの道具だと思ってませんか？私も5年前は 3D モデルを思い通りに動かせなくて結構苦労してました。毎日使うわけでもないので操作もなかなか覚えられなかったんですよ。でも実際に使ってみると 3D マウスはプロだけの道具ではなくて、むしろ初心者だった私にこそ効いてくれる道具でした。そんなわけで今回は私が5年前に導入して今も使い続けている 3D コネクションのスペースマウスを紹介します。こんにちは、東京九段工作ラボです。今日のテーマは 3D マウスはプロ用なのか、それとも初心者にも意味があるのか。私が5年前に 3D マウスを導入してから今も使い続けている理由をお話ししていきます。3D プリンターを持っていると、こういうパーツを作りたいなと思って CAD ソフトを開くことってありますよね。でもそこで意外とつまずくのが画面の中のモデルの動かし方です。見たい向きに回したいだけなのに、思ったところで止まってくれない。面を選ぼうとしてまた少し回してと地味に手間がかかります。特に毎日 CAD を使っているわけではなくて、必要な時に時々開くという人ほどこのストレスは大きいと思います。前に覚えたはずの操作を毎回少し思い出しながら使うことになりますからね。今日紹介する 3D マウスはまさにこのモデルを動かすストレスを減らしてくれる道具です。もちろん安い道具ではありません。だからこそ今回はこれが本当に初心者にも意味があるのか、特に 3D プリンターを持っていて時々 CAD を開くたびに操作を思い出してる、そんな人にとってどうなのかを私の体験をもとに見ていきます。この動画を見終わる頃には 3D マウスがプロだけの道具ではなくて、モデルを動かすストレスを減らして作りたい形や確認したい場所に集中するための道具なんだとイメージできると思います。それではまず 3D マウスとは何なのか、そこから見ていきましょう。そもそも 3D マウスって何のための道具だと思いますか？普通のマウスは基本的には画面上のカーソルを上下左右に動かす道具ですよね。それに対して 3D マウスは 3D モデルそのものを左手で掴んで回したり寄ったり上下左右に動かしたりする、そんな感覚に近い道具です。もちろん普通のマウスだけでも 3D モデルは動かせます。キーを押しながらマウスを動かしたりホイールを回したり、操作ごとに手の動きが変わります。慣れていれば自然にできますが、初心者のうちはここで意外と頭を使います。しかも動かすのも選ぶのも右手任せ。この一本の手で何役もこなすので、どうしても手が行ったり来たりしがちです。3D マウスを使うとここが変わってきます。左手でモデルを動かしながら、右手は選択や編集に集中できます。つまり 3D マウスの本質は左右で役割を分けて、左手でモデルを直感的に動かせるようにすること、ここにあると思ってます。しかもその動かし方がかなり感覚的です。手前に引けばモデルが近づいてくる。軽くねじると画面の中のモデルも同じ方向に回る。手の動きと画面の中の動きが近いので、操作を細かく考えなくても感覚で合わせやすくなります。特に時々 CAD を開くような趣味のユーザーさんにとっては、この直感的に動かせるっていう点がとても大きいです。だから私は初心者にこそ効くと感じました。キー操作やモデルの動かし方がまだ身についてない段階だからこそ、最初から左手でモデルを動かす形にしておくと迷いが減ります。もう一つ私が大きいと感じたことがあります。それは作っている途中で考えが途切れにくいことです。例えばこの面をこう直したいと思って CAD を開いたとします。ところが普通のマウスだとその面を正面に回すだけで頭の中に小さな独り言が始まります。まず回して、回しすぎた、少し戻して、もうちょっと寄りたいな。
こうしてモデルの動かし方に気を取られてるうちに、最初に思い描いてたこう直したいというイメージがだんだん薄れていってしまう。初心者のうちはこれがよく起きます。3D マウスだと左手でモデルを動かせるので、作りたい形のイメージを持ったまま作業を続けやすくなります。ちょうど3D プリントしたパーツを手に取って見たい向きに眺めるような感覚です。左手で実物を持つようにモデルを動かして、右手で面を選んだり、線を描いたり、形を編集したりする。この感覚があると作業の流れが止まりにくくなります。ここまで聞くと、理屈は分かったけど、実際どれぐらい変わるのって思いますよね。ということで、ここからは実際の手元を見ていきます。3D マウスみたいにちょっとした道具で作業がぐっと楽になるということが結構あります。このチャンネルではメーカー道具箱シリーズとして、そういう 3D プリンターや 3D モデリングの作業を楽にしてくれる道具を紹介しています。第1弾は小型サンダーのネオサンダー、そして第2弾が今回の 3D マウスです。これからも新しい道具を紹介していく予定なので、シリーズで見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではここからは実際の手元を見ていきます。こちらが 3D コネクションのスペースマウスワイヤレスです。左手でモデルを動かしながら右手で選んだり編集したりする。これが実際の作業でどう見えるのか見てみてください。まずはフュージョンです。星型のオブジェクトのエッジにフィレット、つまり角の丸めを入れていきます。星型は角が多いので、エッジを一つ選ぶために見やすい角度へ細かく回す必要があります。左手でスペースマウスを動かしてモデルを回したり寄せたりしながら、右手でエッジを選んでフィレットをかけていきます。注目してほしいのは、角度を変えるたびに右手が止まらないところです。スペースマウスは CAD だけでなく、プルサスライサーやバンブースタジオのようなスライサーでも使えます。次はバンブースタジオでフィギュアの色を直していきます。画像から 3D モデルを作るサービスで生成したもので、元画像の光や影の影響で本来は一色にしたい部分に余計な色が少し混ざってます。3D プリントするとこの小さな色のゴミが意外と気になります。厄介なのはこの色のこのゴミが顔や服、背中と全身のあちこちにあることです。ここでも左手でフィギュアを回したり寄せたりしながら、右手で直したい面を選んで塗り直していきます。これ普通のマウスだと回して寄って選んでまた回してと、右手だけが行ったり来たりしがちです。でもスペースマウスなら左手に動かす役割を任せて、右手は選んで直すことに集中できます。さっきお話しした左右の分担がそのまま手元で効いています。ここが一番見てほしいところです。もちろん最初から完璧にできるわけではありません。私も最初は少し暴れるような感覚がありました。これは個人の体験ですが、私は30分ぐらいで大体の動きはつかめました。そこからは操作を覚えるというより、左手でモデルを触る感覚に慣れていく感じでしたね。とはいえ、自分にも本当にできるのかなと思った人もいるはずです。次はその感覚を最短でつかむための練習方法を見ていきます。ここまで感覚的に動かせるとお話してきましたが、こう思った人もいるはずです。感覚的といっても慣れるまでが大変じゃないのと。ここはね、あんまり心配いりません。スペースマウスを買ったら、まず公式ソフトの 3DX ウェアを入れます。これは感度やボタンを設定するための専用ソフトで、スペースマウスを使うなら最初に入れておくものだと思ってください。そしてこの 3DX ウェアの中に操作に慣れるためのチュートリアルが用意されています。おすすめはこのトレーナーから始めることです。トレーナーでは画面の中のティーポットを動かしながら回す、寄せる、ずらすといった基本の動きを一つずつ試せます。
最後は6つの動きを組み合わせてティーポットを思った通りに回転させたり移動させたりする練習になります。ちょっとね、ゲームのような感覚でしばらく触っているだけでどう動かせばどう反応するのかがだんだん体で分かってきます。さっき30分ぐらいで慣れたとお話ししましたが、その中身がまさにこれです。まずこのトレーナーを10分20分と触ってるうちに基本的な動きがつかめるようになります。で、その後実際の CAD ソフトで動かしてみると、左手でモデルを触る感覚は割とすぐにつかめてきます。もちろんいきなり完璧とはいきませんが、この段階でも右手のマウスだけで回したり寄せたりするよりずっとストレスは少ないはずです。最初に触った印象は思ったよりもずっと簡単だなというものでした。だから高い道具を買って使いこなせるのかなという不安は思っているほど大きくはありません。まずトレーナーで感覚をつかんで、あとは普段の作業で慣れていく。これが一番早い慣れ方だと思います。で、ちなみにここまで見てちょっと気になってきたなという方や、前から欲しいなと思ってた方に一つだけお知らせです。今回概要欄にクーポンコードを用意してもらいました。これを入れると今なら 20% オフで購入できます。ちょうどお得なタイミングなので試してみようかなという方は概要欄を覗いてみてください。さて、感覚がつかめたら実はもう一段自分に合わせて使いやすくする設定っていうのをお教えしていきます。先ほど入れた 3DX ウェアでここからは動かす速さを調整していきます。設定の中のスピードという項目で調整します。これね、初期値のままだとほんの少し触っただけでもモデルが大きく動いて、最初は少し扱いにくく感じるかもしれません。なので慣れるまではスピードを遅めにしておくのがおすすめです。ゆっくり動くので思わぬ方向に飛んでってしまう感じが減って、トレーナーで練習する時も実際の CAD で使い始める時も入りやすくなります。慣れてきたら少しずつ速くしていきます。そうするとゆっくり確認したい時も素早く全体を見たい時も自分の手加減で調整しやすくなります。このあたりは自分の慣れ具合に合わせて一番使いやすいところを探してみてください。最初に大事なのはスピードを自分に合わせて本体の動きに慣れることです。今日メインで使ってきたこのスペースマウスワイヤレスは私が5年前から使っているのと同じ機種で、これはその現行のモデルです。Bluetooth の対応など細かい部分もいろいろ改良されてます。以前のモデルでは長く使っていると手で触れる部分がベタつくっていう話もありました。いわゆる加水分解ですね。現行モデルはそのあたりも改善されていますので、これから買うなら安心して選びやすいと思います。今日の動画を見てやっぱりちょっと気になるなと思った方は、最初の1台としてこのスペースマウスワイヤレスをおすすめします。モデルを思った方向へスッと動かせるあの感覚は普通のマウスだけではなかなか得られないものです。これからフュージョンやスライサー、ブレンダーといろんなソフトを使っていくつもりなら、早いうちに両手で動かす感覚を身につけておくと、その先ずっと生きてきます。最初の投資としても悪くないかなと思います。で、もっと効率を上げたいとか、もっと本格的に使い込みたいという段階になったら上位機種もあります。ただ最初の1台としてはこのスペースマウスワイヤレスで十分です。価格は約 28,600 円です。正直安い道具ではありません。ただ今回は概要欄にクーポンコードをご用意してもらってます。購入の時にこれを入れていただくと 20% オフで買えます。クーポンが使える今のうちに気になっている方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。メーカー道具箱シリーズではこういう 3D プリンターや 3D モデリングの作業を楽にしてくれる道具をこれからも紹介していきます。今回は右手用の専用マウス CAD マウスも少し試してみました。
CAD の操作に特化した1台で小ぶりで軽くて取り回しやすかったです。ボタンが3つあるのが特徴で、このホイールを押し込む代わりに専用ボタン、この真ん中の専用ボタンでその操作ができます。CAD ではホイールを押す操作をよく使うので、ここが CAD 向けに作られているなと感じました。そしてさらに上位の本格的に CAD を使う人向けのスペースマウスエンタープライズという機種もあります。この CAD マウスとエンタープライズは今後の動画で改めて紹介していきたいと思っています。見逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が参考になったら高評価もいただけると嬉しいです。そしてコメントもお待ちしています。すでに 3D マウスを持っている方は自分はこんな使い方をしているという便利な活用方法をぜひ教えてください。で、3D マウスでこういうことってできるのっていう質問も気軽に書いてもらえれば嬉しいです。それからメーカー道具箱でこの道具を取り上げてほしいというリクエストがあれば今後の動画で紹介するかもしれません。コメントは全部読ませていただいてます。気になることがあればどんどんお寄せください。編集後期です。さて、ちょっとだけ、3D マウスにまつわる個人的な話をさせてください。で、実は私がこの 3D マウスを使い始めた理由はもう一つあって、それが手の負担でした。で、マウスでCAD を使い始めてから右手をかなり酷使するようになっていました。CAD だけじゃなくて元々の仕事に加えてこの動画の編集作業で、モデリングと右手を使う作業がどんどん重なっていきました。そんな中で右手の親指を腱鞘炎で痛めて、いわゆるバネ指になっちゃったんですね。それで手術をしたことがあります。今はもう治っていますが、また再発すると困るなっていう思いがありました。で、ちょっとした負荷なんですよ。でも長く続けると積み重なっていきます。で、これぐらい大丈夫かなって思ってたものが意外と大ごとになってたっていう経験があります。そこで右手の負担をなんとか左手にも分散できないかと思って使い始めたのがこの左手の 3D マウスです。実際右手の負担はかなり減った実感があります。あくまで私の体験なんですけれども、ただもしちょっと痛くなってるとか手に負担を感じてるなっていう方がいたら、こういう負荷の分散を少し考えてみてもいいかもしれません。皆さんもどうぞお体を大切に。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。